4月21日月曜日午後2時になりました。 TBS ラジオコネクト石山レンゲです。月曜パートナーパンサーの菅良太郎です。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。いやーもうね、今日もよく晴れてますね。いやめっちゃいい天気。はい、25度。湿度が低いんですよね。そうか、22%。いいね。めちゃめちゃ散歩日和だと思います。そうですね、午前中から犬の散歩をこうちょっと行ってきたんですけれど、これ以上暑くなっちゃうともう日のある時間アスファルトがこう暑くなっちゃうので、犬をこうね日のある時間に散歩できるのいつまでかなと思いつつ、今日の午前中はまだ大丈夫でした。そうだね、めちゃくちゃ快適ぐらいじゃないね。いいね。すっきりしてますよ。いやすっきりしてるといえば菅さんもどんどんすっきりしてますね。本当です、でも体重ね全然あんま変わってない。多分先週とやっぱりねこの停滞期みたいなのが来ましたね。ダイエットの停滞期。そうですそうです、なんか意外とこのガンガン落ちる時期終わったっぽいぞみたいな、そうでもなんか本当にこう素人目にねいろいろズケズケ言ってあれですけれど、菅さんはもともとこう結構骨格が細かったんだって思ってました。前と比べたらね、やっぱそうですね。だから運動してれば本当ちゃんと変わってくるんですね。そうですね。人の体って面白いですね。面白いですね。すごいですよね。だからまあ続けてきますけど、また落ちる時期来るのかな分かんないけどね。詳しいわけじゃないんで、無理せず。そうですね。お水いっぱい飲むといいとかね。お水3リットル飲むと効率いいらしいですよ。3リットルって意外と大変。そうこの前スタジオに来た横須賀さんに教えていただいたんですよ。3リットル水3リットル飲むと効率いいですよって。で俺3リットル意外と飲んでるかもなって思ってたんですよ。俺水めっちゃ飲むじゃないですか。わかります？ラジオやってて確かに、あっという間にねこの傍らのペットボトル開けますよね。だから3リットルぐらい全然飲んでるのかなと思ったら意外とそんなことなくて、だいたい2リットルぐらいじゃないかな1日。1日2リットルはかなり飲んでる方ですよね、お水を。本当、頑張って3リットルにしたいんだけどね。ちょっとやってみて。効率上がるらしいから、ダイエットしてる方はね。そうですね、私ね今ここでこの放送中に、500ミリとか1リットルで飲んじゃうと、中座するタイミングがなかなかないので、そこがこうちょっとドキドキポイントですね。トイレね、それあるよね。なんかいろんな生活で水分取るタイミングを考えるようになるよね。そうですね。映画前にさ、俺映画前にお酒飲む人ってめっちゃすごいなって思うのよ。映画中とか飲まないですか？俺、絶対飲まない。俺もトイレ行きたくなっちゃうもん。なんか一回ねジャングルポケットの太田と酒飲んでから映画見に行ったんですよ。そしたらお互い代謝いいのか分かんないですけど結構感動的なシーン一つも見れてないぐらいもうお互いがぐるぐるトイレ行くようになっちゃって、ごめんもうこれ耐えられないわもうほとんど見れなかったんだよね。もったいない。そっから一回も飲まなくなりました。そうですか。映画とか見る前はね。私演劇の前はあんまりお酒飲まないようにしてるんですけど、映画の時はだいたいビールとかを飲みながら見ることもあります。それ家じゃないです。家でもそうですけど、劇場で。家は止めれるからそうだけどさ。いや劇場でもやっぱりね、なんかこの映画を見るときはビールあった方がいいかなとか考えて選ぶんですけど、最近ですね映画のタイトルが女性が犬みたいに扱われる話。どんな映画なの？ちょっとねエッチな感じのタイトルが出てこない。女性が犬みたいに扱われるエッチな映画を見るときにはビール飲んだ方がいいっていう話。そうなんですよ。私はビールをね飲んでで一人で見に行ったんですけれど、ちょっとこのいろんな火曜日の町山さんに紹介してもらった映画なんですけれど、そうちょっとエッチな映画っぽいと思って一人で見に行くんで H 列で見ました。何の話なんだよ想像してたヘリポートとかじゃないんだよ。着地点が全然違うということ。H 列で見たし、ちょっとこうふっくらした気持ちで見たいなと思ってビールも傍らに置きました。そう、俺
新幹線乗る時も飲まなくなったね。あ、そうですか。そう。でも新幹線のとか、飛行機とか、移動中のお酒って酔いやすくないですか？まあ酔いやすいから好きだったんだけど、むしろ、なんかその吉本が用意してくれるチケットって窓席が多くて、窓側席が多くて、しかもさ3人席の窓側席とかだと、もう隣に来るか来ないか分かんないでしょ、で俺それで飲んじゃった時あってさ、そしたら2人来ちゃって、3人席に横にね、でそういう人たちがテーブル出してご飯食べてるみたいな、そうなるとトイレも行けなくいいのよ。でそのまま2人寝ちゃったことあって、俺本当に膀胱爆発するか本当にそれこそもう本当にこう申し訳ないけど前の席乗り越えていくかとか、本当に必死こいて考えたことあるぐらい。そんな追い詰められたんですね。追い詰められた、もう行けないってなるとなおさら行きたくなっちゃうのよ、だからこそ飲まなくなった。いろいろありますね。飲むなら通路側かな、絶対。だってこうちょっとすいませんってこう、言ってももちろんいいんですけど、気まずいですもんね。気まずい、寝ちゃったりしたらさ、なおさら気まずいね。でこの足元にこう荷物とか置かれてる方だと、これを一回なんかテトリスみたいに動かしてもらわないといけないんだって思うと、なかなか飲まなくなっちゃったな。なんか最近気まずいちょっとしたことがあったんですけれど、私が朝家を出たら、目の前が駐車場があるんですけど、駐車場にサングラスと帽子をかぶったおじさんが自転車でゆっくりぐるーっとしてたんですよ。あれと思って、ちょっと怖いな。ちょっと怖いなって。あんまりそのなんだろう、パッと見て、誰だってこう分かるような方でもない、隣に住んでる人とかその隣に住んでる人とかでもなかったんで、どなたかなと思ってちょっとニコって会釈してみたんですよ。そしたら、そのおじさんがスーって寄ってきて、すいません、山田ですって山田、言ってきて、仮名なんですけど、その人私が住んでるお家の大家さんだったんですよ。すぐ裏手に住んでる方で、山田さんみたいな、お世話になってます、いやいやどうもどうもみたいな感じになって、ちょっと一安心と思ったんですけど、なぜその駐車場を自転車でうろうろしてたのかはわからないけれどでもそっか、大家さんか、じゃあこうご自身が持っている駐車場だから、なんかこう散歩がてらいらしたんだなと思って、でいつもお世話になってますみたいに話してて、で大家さんが、石山さん家で飼ってるワンちゃん、すごい静かですねって褒めてくれて、ありがとうございますって言ったら、その閉めたドアの向こうから犬がうわーと言ってもう気まずかったちょっと静かにしてって言って、
お送りした曲は米米クラブでロマン飛行でした。そして私がね見た、タイトルが思い出せなかった、ちょっとエッチな映画はベイビーガールでした。ベイビーガールっていう映画、面白かった。すっごい面白いので、よかったら見てみてください。ビール片手にね。はい、さあ TBS ラジオコネクト今週1週間特別企画をお送りします。今回はこちらです。お取り寄せグルメの宝石箱や春のコネクトフェスティバル。宝石箱や今週1週間はフェスティバルです。グルメリポーター彦摩呂さん厳選のお取り寄せグルメ大プレゼントします、まあね菅さんダイエット中なので、ちょっと試練の1週間ですね。まあでも本当お米一粒も食べてないですからね。1日から。で今日はお仕事ですから、食べます。じゃあちょっと今日はね、のびのび召し上がっていただいて、ということで月曜日のプレゼントは彦摩呂さんから紹介してもらいます。どうぞ。レンゲさん、カンさん、どうも彦摩呂です。春のコネクトフェスティバル彦摩呂おすすめお取り寄せ大プレゼント。今日月曜日に選んだのは北海道大樹町から夢がいっぱい牧場のビフトロ丼です。大自然の恵み豊かな環境で育った美味しい牛さんのお肉、これを長期熟成しまして、そのローストビーフの内側の部分だけをミンチ状にして、それを凍らせて細かく切った、その名もなんとビフトロです。熱々のご飯に凍ったまんまかけていただきます。まさにストップザ温暖化やということで彦摩呂からは以上です。彦摩呂さんありがとうございます。ありがとうございます。ストップザ温暖化っていうのはどういうことなの？ちょっとね分かんなかったけれど、いや美味しいことはがっつり伝わりました、さあスタジオにですね黒毛和牛ビフトロ宝箱に入れて用意いただきました。すごい宝石箱みたいな。このそういうことか。そういうことか。これはですねディレクターが手作りしたそうですありがとうございます。すごい器用だね。ねえ、これ工作王がこんなところにいたんだっていうぐらい立派な作りです、じゃあちょっと開けていただいてもよろしいですか？どうやって開けるの？このパカッと。じゃあパカッと開けますよ。お願いします。はい、開けます。はい、開けました。宝石箱や。入ってる。こういう感じだ。はい。そうですね、このしれっと開けていただきましたけど、黒毛和牛ビフトロ。じゃあ早速食べてみましょうか。はい、試食しましょう。熱々の。マジで全然想像できないね。じゃあ菅さんちょっと袋でハサミで開けましょうか。よいしょ。いいよ。はい、このパウチ状の袋に入ってるのでどうぞこれ開けました。ありがとう。はい、これを熱々のご飯にかけて召し上がってください。お米の量控えめだな。やっぱりね菅さんダイエット中なので、無理のないようにということでございます。わー楽しみ。ちょっとこれなんかかけるんだよね。そうなんですよ。これはね付属のタレがございますので、そちらをかけて召し上がってください。結構しっかり凍ってるよ。そうですね。これいける？カチカチに凍っているけれど、これもうちょっと解凍すべきではない？そんなことで大丈夫なはず。今ね白いご飯の上に短冊状に凍ったビフトロをかけて、タレをちょろちょろっとかけました。いただきます。はい、召し上がってください。いや久々だな。いただきます。あれどうしちゃったの？あれ？うわ、とろけです。本当ですか？すごいぞ。こんなカチカチに凍ってても大丈夫ですか？ちょっといただきましょうよ。うわ、とろけ出したらさ、急に甘いお肉の味。おいしい。うめえ。うわ、こりゃうめえや。米もうめえ。米もうまい。私合うわ。毎日食べてるけどめっちゃ合うわ。
本当だ、どんどんお肉がとろーんと柔らかくなってきました。最初こそねちょっと凍ってて冷たい感じだけど、うまこのあったかいお米のとも一緒に噛んでるとね、はい、とろけてきて甘い感じとこのタレと温かさとこう冷たさが何とも言えないですね。肉の甘みうまみがすごい。これみんなこれ食べてんのか。ストップザ温暖化やストップザ温暖化、これ食べてみて聞いてみたけど、ストップザ温暖化ちょっとまだ分かんないなめっちゃうまいことだけ分かるわ。そうですね、こちらの美味しい黒毛和牛ビフトロ、10人の方に大盤振る舞いプレゼントです。はい、これはうまいわね、ちょっとぜひゲットしていただきたいですよ。さすが彦摩呂さん、めっちゃうまい。うわ、食べれば食べるほど後引く美味しさですね。これ海苔とわさびあってもいいね。そうですね。うわー、もっと食べたいということで、番組にメッセージくれた方の中から当選者を決定し、番組のエンディングで発表します。たくさんメールください。これ絶対送った方がいいわ。カラメールでも送った方がいいわ。カラメールはダメです。カラメールではなくちょっとね、番組の感想とかですね、そのコーナーメールとかいろいろなメールテーマもありますので、ぜひぜひどんなことでも OK ですので、たくさん聞いてたくさん送ってください。そして今週はゲストもスペシャルです。今日は3時から菅さんの同期お笑いコンビのライスのお二人が登場です、ビフトロ丼食べて、4時は油うどん食べて、今日はライスのお二人がいらっしゃると。すごいよ、もうお祭りだ本当に。祭りです、そして明日火曜日は小説世界99が話題、小説家の村田沙耶香さんがいらっしゃいます、村田さんの本をですね、この週末、世界99もそうですけれど、書評集とかエッセイとか、これまで書いた小説いろいろ読んで、本当に面白いです、ぜひ聞いてください。あさって水曜日は椿鬼奴さん、そして24日木曜日はお笑いコンビ真空ジェシカのお二人が登場です。フェスティバルな1週間お祭りです。お聞き逃しなく。さあ、今日のコネクト3時50分からは音楽情報、担当は音楽ライターの矢島由香子さんです。4時からのコネリクは月曜スタッフ総動員でお届けします。宮城県の郷土料理油麩丼を食べられるお店の調査報告です、スタッフたちが言ってくれました。そして今日のメッセージテーマは脂質と糖質にまつわる話。すごいね、もうラッシュだね。脂質と糖質ですね。美味しい話、美味しいものにまつわる話、たくさん送ってください。鹿児島県のラジオネーム高菜さん。焼肉が大好きです。ジュージュー焼けるお肉の音と匂いがたまりません、野菜を焼いたり炭酸水を飲んだりして少しでも健康になれるように抗っています。お二人は焼肉屋さんで必ず頼むものはありますかと、焼肉屋さんで何頼む？必ず私はロースです。俺もなのよ。ロース美味しいですよね。上じゃないロースね。そう、上のロースはもう結構いろんなサシが入って、ちょっと重い日があるんですよね。そう、もうこれはロースじゃないじゃんって言っちゃうのよ、サシが入ってたらだからもうこのあえての赤身ね、のロースは俺必ず頼むかな。あれ美味しいよね。美味しいですよね。あとはタン、ハラミ、俺追いキムチ絶対頼むわ。大根のキムチですよね。違うそれ角的。角的か。きゅうりのキムチ。きゅうりのキムチか。そう、きゅうりの中にさ、切ってあって、なんか人参とかさ、大根とかが細切りであって、その水キムチみたいな感じ、あれ食いに行ってる。美味しいですよね。カズさん、お肉はでもロースと、そう結構あっさりしてるかもしれない、あれ美味しいよね。私も好きですね。焼肉屋さん、まだちょっと引っ越してから近所のここぞという焼肉屋さんをね、探れてないんですよ。あと一時テールスープにめっちゃハマってたんですよ。白いスープ、あれさ、なかなか自分の理想のやつが見つかんなくて、なんかね、も
見つかんなすぎてやめちゃったみたいな感じ。理想のテールスープはもう定まってるんですか？なんかね、一回どっかでテールスープ食べて、もうそれ覚えてないんですよ、場所。なんだこのうまいのってなって、そっからいろんなとここう行くじゃないですか、その度にテールスープ頼んだんですけど、これじゃねえんだよなみたいな。ちょっとね、じゃあダイエット中の菅さんがダイエット終わりきった時に、ここ行ってほしいっていうテールスープ、ちょっとリスナーさんねご存知の方いらしたら、なんか好みの味とかありますか？なんかね、こってりしてたんだよ。こってり？そう、なんかそのあっさりじゃなかった。でなんかこのテールってこんなになんか濃厚な出汁出んのかなみたいな、なんか混ぜてたのかな、なんだろう、よくわかんないけど、マジでうまかった。私はあっさりした方が好きです嘘？はい。であっさりが多いんだよね、でもなんかすげえ濃厚でうまかったんだよ。でもちょっと食べてみたいですね、なので。いやちょっともうすごいね、もう食の話めっちゃしちゃうね。そうですね、菅さんがこのすごい食に前向きで私は勝手に嬉しいです、はい。ということで、メールのお送り先はconnect@tbs.co.jp connect@tbs.co.jp です。コネクトはアルファベットの小文字で CONNECT です。メッセージ紹介した方には番組特製ステッカー差し上げます。 TBS ラジオ、そして長崎佐賀の NBC ラジオで放送中のコネクト、 YouTube でも生配信中です。ぜひ、メッセージご参加ください、午後4時50分までお付き合いのほどよろしくお願いします。コネクトコネクトコネクト。時刻は2時25分。ここで最新のニュースです。ニュースデスクの内山健二さん、こんにちは、お願いします。はい、こんにちは、お伝えします。愛知県一宮市の住宅で高校の女子生徒の遺体が見つかった事件で、死体遺棄の疑いで逮捕された容疑者が殺人の疑いで再逮捕されました。再逮捕された江口正樹容疑者21歳は一宮市の自宅で東京から来た高校の16歳の女子生徒を刃物で殺害した疑いが持たれています。江口容疑者は自宅のクローゼットに女子生徒の遺体を遺棄した疑いで逮捕されていました。捜査関係者によりますと、江口容疑者はゲームをめぐって口論になり複数回刺したという趣旨の供述をしているということです。
アメリカのヘグセス国防長官がアメリカ軍の攻撃計画を通信アプリを使って妻や弟らに共有していたとニューヨークタイムズが報じました。共有していたのはアメリカ軍が先月行った中東イエメンのフーシ派への攻撃計画で、ヘグセス国防長官はこの計画を妻や弟らに民間の通信アプリシグナルを使って事前に共有していたということです。この弟は国防総省に勤務していますが、記事は事前に知る必要があったかは不明としています。この攻撃計画はトランプ政権の幹部がシグナルでやり取りをしたとしてずさんな情報管理が問題視されています。生まれた直後に別の赤ちゃんに取り違えられた現在67歳の男性が生みの親を探すよう病院を管理していた東京都に調査を求めた裁判で、東京地裁は今日東京都に調査を命じました。この男性は1958年昭和33年東京都立の産院で生まれた直後、他の赤ちゃんと取り違えられました。男性は東京都に対し生みの親を探して特定するよう求める訴えを東京地裁に起こしました。今日の判決で東京地裁は男性の訴えを認め、東京都に調査を命じる判決を言い渡しました。で、男性の母親が血液検査をしたことがきっかけで血縁関係がないことが分かったということです。かつてこういうことってのは問題になったんですよね、昭和の時代ですけどね。でこれ映画にも確かなって、是枝監督の福山雅治さん主演のそして父になるでしたね、なんかでも取り上げられた。ただこれもし生みの親が分かると、取り違えられた別の男性の人生も分かるわけですよね。そうですよね。これはね、何とも言えないですよね。そうですよね。それでもやっぱり生みの親を探してほしいというのが、今日の判決だったということなんですけどね。私もなんかこのね一件っていうのは、ニュースでこう知って気になっていたので、とりあえずそのご自身の考えとしては前進したっていうことで、とにかく親を知りたいっていう思いがこの判決になったんですよね。複雑ですね。内山健二さん、ありがとうございました。ありがとうございました。続けて今日のお天気です。この後も関東から九州にかけ広く晴れ、天気の崩れはないでしょう。明日も関東は晴れますが、九州は次第に雲が広がり、天気は下り坂へと向かう予想です。最高気温は明日もこの時期としては高く、広く25度前後となるでしょう。以上、お天気でした。ここではとバスがお送りする TBS ラジオ交通情報です。警視庁から長谷川真紀子さん、こんにちは、お願いします。はい、こんにちは、お伝えします。茨城県内の北関東自動車道はトレーラーの横転事故のため、東行きの桜川筑西インターと笠間西インターの間が通行止めです。関越道上りは大泉ジャンクション付近で工事のため3キロを10分です。首都高速道路は中央環状線の外回り港北ジャンクション付近では緊急の工事が行われていた影響が残り4キロ渋滞しています。一般道路は埼玉県内の国道16号内回り見沼区宮ヶ谷島北交差点付近での事故の処理終わりました。都内では国道357号湾岸道路の西行きは品川区東京港トンネル内左側で事故の処理が行われています。以上です。長谷川真紀子さん、ありがとうございました。次の TBS ラジオ交通情報は2時50分頃にお伝えします。この後は快適生活ラジオショッピングです。
TBS ラジオコネクトメッセージです。今日のテーマは脂質と糖質にまつわる話です、山形県のラジオネームリシンさん、28歳男性の方です。レンゲさん、カンさん、こんにちは。こんにちは。私は焼き鮭の皮でほかほかの白米を食べるのが大好きです。皮のしょっぱさと程よい、脂身が白米のほのかな甘みとマッチしてたまりません、小学校時代の担任の先生も鮭で一番うまいところは皮と言っていました、お二方は皮あり派ですか、それとも皮なし派ですか。僕はあり派。私もあり派ですね、食べない人いるよね。そうですね、結構いるっぽいよ。半分ぐらい食べない人いた気がする。俺なんか昔アンケートかなんかで見た時、これ焼き加減結構大事じゃないですか。私は皮がこうパリパリになってると、美味しいと思うんですけれど、皮がこのしっとりした状態だと、あんまり食べはするんですが、パリパリの方がいいなと思います。嘘、俺どっちも好きかな。そうですか、じゃあ私は皮あり派のパリパリ派です。あとそっか、血合いも美味しいよね。血合いの部分、こうちょっと色の濃いところ、そう美味しいですよね。うまいんだよ。コネクトトピックス。この時間は関電工他各社の提供でお送りします。 TBS ラジオコネクト、石山レンゲです。月曜パートナーパンサーの菅良太郎です。
ここからはコネクトトピックス。世の中で起きているさまざまなトピックとコネクトします。まずは菅さんが選んだトピック何でしょうか？はい、こちらです。親子丼を親子丼と読む人は20代と30代に多い。どんなニュースなんですか？これね、はい、謎のニュースなんですけれども、親子丼を親子丼と読む人、この親子丼、一番最初の親子丼が漢字の親子丼です。はいはい、親子に丼の丼って3文字ですね。次の親子丼っていうのはひらがなで親子丼と読む人は20代と30代に多いっていうニュースなんですけど、はい、要するに親子丼って読む人がいるってことです。へー。この親子丼っていう漢字を見たときに親子丼と読む人もいる。あ、そうなんだ。ニュースの内容としては、親子丼の読み方は親子丼なのか親子丼なのか、親子丼と読む人の方が多いようだ。特に20代と30代ではその傾向が強いというニュースなんですよ。プレジデントオンラインのね。はい。いや、これ読んだ時に俺40代だけど全員親子丼って読んでんじゃないって思っちゃったんですよ。私は30代なんですが、親子丼と読んでおります。そうだよね。はい。親子丼って読まないよね。佐藤健さんは親子丼でしょ。でみんなそうだと思うんですけれども、ちょっとグラフ出てまして、60歳以上の人は親子丼っていう可能性もあると。親子丼っていう人が、このデータですよ、取ってあるデータは 27% なんですよ。はい。27% ってことは 70% 以上の人が親子丼って言うってことよね。で、これここにあるグラフがね、20代と30代が78%、20代が、30代が 70% で親子丼と言うっていう。20% から 30% の20代から30代、親子丼見た時親子丼って言ってんのって思わない？この調査によるとそういうことですね。言わないと思うんだよな。調査をひっくり返す菅さんの意見。ごめんなさいだけど、俺がアンケート取ったわけじゃないからあれだけど、俺が今から外出てってさ、親子丼っていうこの漢字持ってさ、紙持ってこれなんて読みますかって言って、全員俺 100% 親子丼って言うんじゃないかなと思うんだけど。いやでも 100% だと思いきや、その3割ぐらいの、30代の人が、いや親子丼ですね言うんじゃないですか。親子丼って言ってるの？私は言ってない。昨日も夜ご飯松屋で牛丼食べたんですけど、牛丼は牛丼です。牛丼とは言わないんだよ。言わないですね。そうなんだよね。鉄火丼言わないでしょ。あとはなんだ、ロコモコ丼、ロコモコ丼。ロコモコ丼はまた違うか。若い人しか食べてない。あとはローストビーフ丼なんかちょっと違うな。これ私丼って言いますわっていう人いたとしたら、本当にちょっとメール欲しいわ。天丼、カツ丼言わないよ。カツ丼、天丼って言わないでしょ。なんか丼って使うときは、器そのものを説明するときに、じゃあこの丼によそってくださいとか、この丼素敵ですねとか、器については言うし、もちろんあとその丼っていう漢字一文字だったら、いに天ね、それはもちろん俺も丼って言うよ、読んだ時に、丼とは言わない。いきなり丼ですね、ただご飯がついてたら言うよね。そうですね。ちょっと謎ですね。謎ニュース。すいません。いやでもいろいろ調査すると面白いですね。というわけで、私石山が選んだトピックはこちらです。劇場版名探偵コナン最新作、歴代最高前作超えのロケットスタート。こちらエンカウントの記事です。劇場版名探偵コナン赤眼のフラッシュバックが公開されました。公開1日目で興行収入 10.5 億円。1日目ですよ、で観客動員数が69万人を突破ということで、シリーズ歴代最高、興行収入を
更新した前作名探偵コナン100万ドルの道しるべを突破する可能性を見込む大ヒットスタートを切ったということで、こちらはシリーズ第28弾でございます。もうなんかお祭りみたいになってますね。そうなんですよ、私はですね、幼い頃からテレビ番組のそのテレビアニメシリーズ名探偵コナンは、なんとなくこう見ていて、なんとなくというそのベースのお話は知っているんですが、特にこのキャラクターがとか特にこの話がというこうものはなく大人になってしまって、で大人になってから周りの特に女性がコナン好きな人すごい多くって、あ、コナンって大人が見てもそんなに面白いのかはあと思って去年、デカミちゃんと楠葉恵美さん、交通でお世話になっておりますけど、3人でコナンの映画を見に行ったら、なんか劇場の雰囲気がすごいあったかかったんですよね。なんかこうみんなもうコナンをすごく楽しみにして見に来てるこの温かさが良くて、でその内容ももちろんすごいスペクタクルですし、お祭り感を味わいに今年も見に行く予定です。へえ、俺はもう見たことないんだよね。でもお祭りになってるなっていうのは分かる。そうで、なんかお祭りになってるなみたいのって、あんまりこう私は素直にそこに乗るタイプではないんですよ。サウナとかもこうもうサウナブームっていうのが散々こうもう言われてもう一般化した今、私はサウナブームがちょっと来てるんです。遅れた頃に来るのね。そうです、遅れた頃に来るので。でもこれはさ、毎年のことだから乗っかれるじゃん。そうなんです、なんかそろそろゴールデンウィークか、じゃあコナンの映画あるんだ、年に1回見に行ってみようかなみたいな。俺ね、この時期毎回コナンの映画をすごい先に見て、犯人は誰々っていうやつが必ず現れるっていうやつだけは知ってるんですよ。そうなんですか。それはちょっと由々しき問題じゃないですか。それが毎回問題になるんですよ、ネタバレ勢が、僕は見てないからまだあれだけど、もう見た人本当最悪ですよね。もうね、すでに8回見てる人とかもいるそうです。毎回変なバラされ方があるんだよ。コネトキでした。コネクトトピックス。この時間は関電工他各社の提供でお送りしました。ここで TBS ラジオ交通情報です。道路交通情報センターから土屋優子さん、お願いします。はい、茨城県内の北関東道の東行きが事故のため通行止めです。北関東道の友部ジャンクション方面へ向かう東行きは桜川筑西インターと笠間西インターの間がトレーラーが横転した事故のため通行止めになっています。県央道のつくばジャンクション方面へ向かう外回りは久喜白岡ジャンクションで3キロ半、内回りは海老名インターで3キロの渋滞です。東名高速道路の下りは神奈川県の大和トンネル付近で6キロ渋滞しています。一般道路の状況です。都内の国道357号線の羽田空港方面へ向かう西行きは品川区八潮2丁目の東京港トンネル内でダンプカーなど車3台の事故のため1キロ渋滞しています。日本道路交通情報センターでした。土屋優子さん、ありがとうございました。次の TBS ラジオ交通情報は3時30分頃にお伝えします。
ここで天気予報です。気象予報士の田崎真由美さん、お願いします。はい、お願いします。はい、3ヶ月ぶりに戻ってまいりました。よろしくお願いします。今日から月曜日のお天気担当させていただきます。さあ、今日の関東はよく晴れましたね、はい、この時間の赤坂も雲がほとんどないすっきりとした青空が広がっています、また今日も気温上がっていて、東京都心は昼過ぎに 25.1 度と夏日、そして佐賀では午後2時ごろ 29.4 度と真夏日一歩手前の暑さとなりました、もう半袖でねちょうどいいくらいでしたよね、でこの後今夜も各地天気の崩れはなく、関東は明日も安定して晴れそうです。一方で九州は天気下り坂、明日午後は広く雨でざっと雨足が強まるところも出てきそうです。ただ各地で気温は明日も高く、日中は広く25度前後、季節先取りの暑さが続きそうです、急に気温が高くなってきましたし、4月後半に入って新年度新生活ものね、疲れなどもたまりやすい時期となっていますので、体調を崩さないようにお気をつけください、また明後日は関東も雨となりますので、明日の日差しはね有効に使った方が良さそうです、ありがとうございました、これからよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。気象予報士の田崎真由美さんでした。この後はメッセージのご紹介です。メッセージ紹介します。今日のテーマ、脂質と糖質にまつわる話です。ラジオネーム新カニッコゆっちさん、相模原市の男性の方です。ありがとうございます。レンゲさん、カンさん、こんにちは。こんにちは。脂質と糖質という文字から思いついたのは、名古屋名物の小倉トーストです。甘くってつぶつぶとした食感のあんこと濃厚でクリーミーなバター、それを包み込むサックサクのトースト、口いっぱいに頬張るとこれらが三位一体となってデラウミャーデガン。デラウミャーデガン。はい。ガン。デラウミャーデカン。デラウミャーデカン。これが名古屋弁だそうです。カン、僕ですね。デラウミャーデ関ってこと僕にそういうことか関東でもあんバターのパンを取り扱うお店はありますが、地元の愛知へ帰ってのんびりと喫茶店で食べる小倉トーストは格別だと思ってますと。いいな。俺食べたことないんだよ。デラウミャーデカン。食べたことある？あります。お家で。でも家でですね。今さすごい流行ってない？そうなんですか。なんかさ、あんバターのさパンみたいなのすごい流行ってるじゃん。でもこれとはまた違うってことだよね。これはトーストですからね。いや、俺あんこがさ、得意じゃないのよ。そうですか。そうだから食べないと思うまさかの一周いや、これでもさ、本当にこう名古屋って感じするよね。名古屋飯って感じする。そうですね、もう一通です。栃木県那須塩原市のラジオネーム2匹の小ヤギさん、女性の方。
夕飯作ってる間にどうしても我慢できずお菓子や冷凍たい焼きを食べて満足するかと思いきや、ちゃんと夕飯も食べちゃうとあるなある？ありますよ。そうなんかね、ちょっともらった焼き菓子とかを置いてあると、すぐ食べちゃうんですよね。なるほどね、みんなあんこ好きなんだね。好きです、この後ライスが登場です。コネクト。コネクト。コネクト。時刻は3時になりました。 TBS ラジオコネクト、石山レンゲです。月曜パートナーパンサーの官僚太郎です。この時間から熊本の RKK ラジオでも放送中です。熊本の皆さん、今日もよろしくお願いします。メールアドレスはconnect@tbs.co.jp です。メッセージテーマは脂質と糖質にまつわる話、おいしいものの話送ってください。そしてここからはゲストとコネクト。今日のゲストはお笑いコンビライスの田所仁さんと関町智博さんです。お願いします。そんなに声揃うタイプ若手みたいなシンクロ率が高い。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ライスです。すいません。いや嬉しい。嬉しいね。初めてです、コネクト。確かに。ね、本当だね。呼んでもらって。ありがとうございます。ありがとうございます。二人とも菅さんとこう同期でいらっしゃるんですね。そうなんですよ。同期の同い年。そうだ。同学年。そうなんですね。なかなかいないよ。なかなかいない。そう。実はね、同期も俺ら年上ばっかなんで、なかなかこの若い世代はいなかったんだよね。いなかったから。若い世代ってね、まあ今となっちゃう。今となっちゃう。今となっちゃう。若くないです。養成所時代はね。そうなんですよね。そう、東京 NSC9 期生っていうので同期で東京出身だからね。そうだ。全員東京出身。そう。共通点が本当に多い。めちゃくちゃ多いのよ。だからその吉本の NSC 入ってくる中では。割とハングリー精神がない方のそう3人だって。もう東京に住んじゃってるから、そう家賃とかもなかったから、みんなねこっちで東京で一人暮らしするから、ギリギリの生活の中、深夜バイトとかしながら、もうお腹もペコペコの状態でいつもね NSC 通ってるんですよ。俺らはもう好きな時に寝て好きな時に食べて、常に満腹の状態でいいですね。満腹でお笑いやってたから、辛い思いしたことないですから、嫌な授業も行かず東京はもう僕らは特に時間かかっちゃって世に出るまでに大変ですよ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。でも菅さんはご出身は東京の練馬区で、田所さんは僕は大田区の蒲田っていうところで、関町さんが僕は渋谷区の恵比寿。そうなのよ。シティボーイなの。シティボーイですね。みんなだから結局レンゲさんもね、やっぱ恵比寿って言ったらびっくりするじゃないですか。びっくりしました。失礼な反応。確かお前が恵比寿なわけがないってことだね。いやそんなことないですけど。こんなやつ見たことないと。慣れっこなんですけど。前やっぱこう恵比寿が出身地の方ってこう東京で働いていてもなかなか多くはないですよね。まあでもそうだ。でも渋谷区の恵比
スにこうやっておって反応するのも失礼だけど、練馬と蒲田に反応しないの確かぽいなじゃないんですよ。こいつらはぽいなじゃないんですよ。練馬については聞いたことが知ってたんですよ。で、田所さんの蒲田は今日初めて知ったんですけど、意外みたいな感じはないっていう。特に興味もないですね。興味ないわけじゃないんです。蒲田流星街っていう流星街じゃない。ハンターハンターでいう流星街ですから。蒲田って流星街っていうのは結構こう込み入ったというか、込み入ったというかね。ちょっとだけ法律も弱めなんです。そんなことはね、噂ですよ。噂ですけどね。行ったことありますけど。本当ですか？はい、バーボン通りとかありますよね。そうだ。すごい。そうすると電線お好きじゃないですか。そうなんですよ。バーボンロードっていうその通りはもう電線ありすぎて本当アーケードみたいな。屋根あんのかなっていうぐらい。してんのそれ。そう電線目当てで蒲田に行ったのがあります。蒲田はいい電線多いですよ。そうですよね。もう違う電線使ってるから。あれこれ自分で引いてんじゃないかみたいな。いや。個人の電線かなっていうぐらい。人口以上の自転車の量。おかしいんですよね。そんなに人歩いてたのにチャリンコだけめちゃくちゃ多い。みんなが蒲田に自転車で来て置いていくっていう。不思議な街なんでちょっとね。いや最高ですよ。お三方はいつぶりに会ったんですか今日は？でも言っても先月ぐらい。有吉の壁の時に会ったりとか、ジンは田所はいつだ2ヶ月ぐらい前か飲んだよね一緒にね。たまたまその言ってたね。そうプロデューサーさんの集めた会、それしかもその誰が来るって知らなくて、で本当に初めましてのね芸人さんとかも結構いる中でカンが来た時はなんかすごいホッとしたけどカンだいろいろなんか合いそうな人たちを集めたみたいなそういう会だった。そう嬉しかった楽しかったあれね。楽しかった。そうレンゲさんはライスを見たことある？メトロンズでメトロンズってこう皆さんがやってらっしゃる演劇ですよね。演劇の公演の第5回ホームルームっていうのを見に、ごめんなさい、ホームルールっていうのを見に行って、ホームルールでした。失礼しました。見て、その次の寝てるやつがいるをこう2回見に行きました。すっごい面白かった。すっごい面白かったんです。本当ですか？本当に演劇が好きで。演劇が好きなんです。見に来ていただいてたんですね。はい、赤坂のレッドシアターですよね。でやられていて。すげえ嬉しいね。実は僕ちょっと前に033のラジオのラジオコントを僕が書いてやっていただいて、素晴らしいコントありがとうございました。めちゃくちゃ面白くて、演じ方がコメント来ました。僕の SNS にレンゲさん面白かったですっていう。やっぱ本当にその田所さんが書いてくださったコントの脚本っていうのがものすごい面白くって、そこはそうですね。はい。今ちょっと忘れてます。いや忘れてないんです。内容としては私が20歳の娘で、飯塚さんが家に来たお友達みたいな感じで、そうですね、会社の同僚で、私の父親が角田さんで、角田さんの妻、私の母にあたるのが、豊本さんという設定で、20歳になったからちょっとレンゲに言わなきゃいけないことがあるって言って、で告白されるんですけれど、その告白の内容が点々点みたいな。ちゃんとネタばらししないように。ただもう聞けないんじゃないじゃあネタばらししてほしかったんですよ。はい。これネタばらしします。ただもやもやしたと思いますけど。どっかで聞けんじゃない？もしかしたら。確かにねんのかな。どうですかね。どうなんでしょうね。もしかしたらね。でもそのコントのネタバレっていうのは別にしてもいいもんなんですかね。全然そのラジオコントのネタはそのラジオコントでしかやらないやつなので。だってネタで全国回るわけでもないですよね。ネタバレしても大丈夫ですよね。じゃあネタバレしちゃいますと、その20歳のこの言わなきゃいけないことっていうのは、ずっとその私が演じた20歳の娘っていうのは、角田さん、豊本さんのその両親は本当の親ではないと聞かされてきたんですよ。なんだが実は本当の親でしたっていう。逆ね。そうなるほど。そうなんですよ。逆のやつお前は私たちの本当の娘なんだっていうところからスタートみたいな。そのシリアスな感じで当たり前のことをこう言っていくみたいな。そのリアクションがめちゃくちゃねうまいんですよ。もうみんなに言っちゃったじゃないっつって。
うまいね。これ言っちゃったわよっていう。ちょっとそれだけででもちょっとね早く聞きたくなるという面白ラジオだね。面白ラジオだったんですよ。今できないのかなここで。できないな。まあやろうと思えば多分俺らもやんなきゃいけないし。もうちょっと俺らもアドリブだから。ちょうど人数が合っている。できないか。聞きたくなるなでも。そんなコントライスのお二人が2016年キングオブコントチャンピオンになった。チャンピオンですよ。言っていただけてありがとうございます。9年前よ。もうだいぶね前なんですけども。どうよ。あれからガッと変わった。全然何言う話じゃない。変わった。いやいやこの1年後ぐらいに言ってくれよ。この賞味期限は多分1、2年の多分トークテーマなので変わったっていうのは。いやもうでも本当嬉しかったですよ。やっぱ同期としてね。すげえライスが取ったって。まあ同期で言ったらそれこそメトロンズはもう。2組キングオブコントチャンピオンいるわけですよ。3組中2組がね。でもうしずるも常連組だしね。これだからしずるがもし優勝なんかしようもんならもうこれ以上ない3組のユニットになっちゃうの。そうだよね。もうチャンピオンしかいないっていう相当すごいユニットになるっていう。だから9年前もしずると一緒に決勝行って、ここしずるとこう対決して僕らが優勝するっていう、ちょっと複雑な感じだったんですけど。同期対決ね。そうあったもんね。11期でもあったよね。シソンヌとチョコレートプラネットが争ってシソンヌがそれも同期なんですよ。東京の。すごいねレベル高い。カンはさそのライスとしずるが決勝行った時にさどっちを応援してたの？まあどっちが勝ってもいいかと思って。怖い。そう知ってるからどっちも全員仲いいんだもんだって。そうだね。本当同じぐらいか。確かに応援具合で言ったら。応援具合で言ったらもう9期超複雑だよね。そうだな。なんだどっちも優勝しないでくれぐらい。もうだからいいからもうそれあったかもしれないぐらい。もう本当にでも嬉しかったと思うよ。確かにな。でまた番狂わせというか全然誰も想像してなかったというか。ライスが優勝する。やっと決勝行けてよかったねぐらいの感じだった当時確か。そうだな。だからみんなをびっくりさせちゃったというかね。いやでもすごいよね。いや本当にもうすごいなって頑張ってくれって思ってる。頑張ってくれって思ってるよ。確かにね。優勝はもう分かったから。優勝はもう頑張ったからしたのは知ってるから。頑張ってくれって思ってる。頑張ってくれということで感じますよそれいろんな方面で。まあそんなねこう2人の話止まりませんがここからはゲストが強くコネクトしている人物ことについて伺います。まずは田所さんのテーマは何でしょうか。はい、大田区蒲田にコネクト。お出た。そんなやついないんだよ。だからあんまりね喋んないでほしかった。すいません。みんなめっちゃ言うなと思って。聞いちゃいました。それぐらい最初に振っとかないといきなりここで言われてもみんな困りますから。困るの蒲田は。いや蒲田はねそれこそ先ほどもいらしたって言ってましたけれども、その酒飲みにとってはちょっとたまんない街で、カンなんて酒めっちゃ好きじゃない。めっちゃ好きだ。蒲田あんま来てない。蒲田は行ってない。なんか俺がもう行ったらもう二度と出てこれない。ハマっちゃって。そうね。でもその感じわかるわ多分。お酒好きな人はもうたまんない場所。だってそれこそ田所仁はこれ42年間一回も出てないんだよ。出てないですね。もうずっともともと実家が蒲田にあってでそこで生まれ育ってで一人暮らしを始めようってなった時に蒲田で一人暮らしを始めて、その後キングオブコントで優勝して蒲田のいいマンションに引っ越して変なやつずっと蒲田内で引っ越してるんですよ今。なんで蒲田を出ようってことは考えたことがないんですか。いやーちょっともうそれこそ蒲田の魅力に取りつかれてるというか、もう蒲田以外の街に住みたいと思わない。だってさだからいろんなとこ行くとき大変だったりしない？まあ空港は近いですよ。近いね。そう羽田空港は近いですよ。近いで意外と新幹線も品川から乗ったりすれば大阪行くのも近い。で新宿の吉本本社が一番遠い。だからなかなか結構みんな新宿に近いとこ、あとは渋谷区とかに引っ越したりするんですけど。なんかね蒲田から出てこない。だからそのテレビ局とか行かせていただいた時にタクシー代とかでタクシーチケットみたいなのとかタクシー行っていいですよとかあるんですけど、たまに僕はタクシーでよくて
相方の田所はタクシーダメですって言われてマネージャーからあなた蒲田なんでタクシーダメですって言われてそうそう、はい、たまにそのタクシーチケットもね蒲田まで足んない時も結構そうなんですね。いくらまでってあるからね。あるじゃん、たまに上限が。であと先輩から一緒にご飯行った時とか新宿とかでね夜飲んだ時に先輩がこれタクシー代なってこう渡してくれるんですけど、だいたい1万円、そうそんなかかんないけどじゃん。で1万円でこれでみたいな。だいたい普通その余ったお金を後日これ、はい、余りましたんでありがとうございましたって渡すんですけど、僕2000円足んなかったんでって言って徴収しなきゃいけない。そういう申し訳ないですよ本当に。すんなよ徴収は。申し訳ないならするなよ。でもそう言わないわけにもいかない。だって逆に先輩からすりゃさ、こいつお釣り持ってきてねえなってなる。1万円全部使ったなと思われるから言わなきゃいけない。領収書を渡さなきゃいけないからね。渡さなきゃいけないじゃん。でそれに1万2000円とか書いてあるわけだから、そこですいませんちょっと足んないんで2000円っていうことになりかねないわけですよ。いないよそんな人。だから本当にもう売れてお金あるのに出てこないっていう。出てこない。そう。でも魅力的なのよやっぱり蒲田が。それだけ逆に住むってことは蒲田がいいからってことでしょ。だってまあお酒でしょ。お酒。あともうギャンブルもやるっけ。ギャンブルもやる。そのイメージもちょっとあるじゃないですか蒲田って。そう。蒲田はね、もう駅前にパチンコ屋さんがいっぱいあって、もう最高なんですよそこにね。もう7月7日っていうねなんかもう一番パチンコ屋さんがねそう暑い日があってそこにねもう大行列がこう人のね。ね、まあ言ってしまうと本当にクズたちが言ってしまうんだよ、はい、僕はそれをね天の川って呼んでるんですけど7月7日にパチンコ屋さんにその長蛇の列ができるのはどうしてなんですか。7っていうね縁起のいいなるほど7月7日が一番のこの年に1回のイベントなんで、蒲田にいろんなところからね来るんですよ。蒲田が暑いぞ蒲田が暑いぞって言って全国から来るんだ。これが美しいんですよ。乙姫と彦星たちがその天の川の一部にもなってたりする。僕も入ってはいもちろん星としてはい星になりますその蒲田ね。いやグルメもすごくグルメもねそう結構羽根付き餃子の発祥の地だったりもして蒲田が。中華も美味しいし今ラーメンとかもねなんかすごい激戦区になってて結構ちょっと話題になってきてるんですよね今蒲田がね。あそうなんだ。そう結構グルメ特集みたいなので蒲田出てきたりとか。俺は噂だけど CA さんがたくさん住んでるっていう聞いたことあるよ。空港に出やすい空港に近いんでただねやっぱみんななんか隠してんのか分かんないですよねなんか見たことはないんですよね。なんで隠すんだろうね。なんか結構な芸能人の方も結構住んでるって情報を聞くんですけどその芸能人の方一切言わないですよ。なるほど。地元が蒲田とかね分かんないですけどいるはいるって聞いてますけどねその CA さんの方とかもあんまりなんかね見かけないんですよね。そういうそれこそキャリーバッグとか引いてる人っていうのはね。なんかこういろいろ散歩すると楽しい場所ですよね。楽しいですね。タイヤがたくさん使われた公園とかありますよね。タイヤ公園、タイヤ公園。はい。なんていうんですかね。なんか余ってるらしくてタイヤが。とにかくタイヤが。大量のねタイヤのある。米のコネクトこれかよ。魅力伝わんないだろ。引き続きダイスのお二人にお付き合いいただきます。よろしくお願いします。コネクト。
ゲストとコネクト、今日のゲストはお笑い芸人ライスの田所仁さんと関町智博さんです。引き続きよろしくお願いします。お願いします。いやね、俺この前に CM の前にさ蒲田の話したじゃん、俺やっぱ仁の蒲田の話で一番好きな話があるの。はい、昔仁に聞いたんだけどさ、1回だけ黒い雪が降ったらしい。どういうことですか？大丈夫ですかそれ？まあ蒲田は夏に雪が降る。たまにですよ。たまにみんなこう空を見上げてね。雪だね。不思議な街なんだよ。不思議ですね。ロマンチックですよね。やっぱりね。ロマンチック。サマースノー。サマーブラックスノー。蒲田なんです。それがね、ありがとう。マジカルな街ですね。よく話してた。確かに。ありがとうね。引き続き CM を開けましたけど。はい。ということで、ライス関町さんから事前アンケートで、去年の4月の北海道を最後に同期ライブが開催されていません。そうなんですよ。ライスがやりたいと言っても吉本が相手にしてくれなくなってきました。ここは缶が動いてくれませんでしょうかとありました。これそうなんですよ。これ20周年記念ライブっていうので、全国ツアーやりましょうってなったんですよ。そうやったね。1回目が福岡で、で、去年の4月に2回目の北海道やらせてもらいまして、で3回目次金沢でやらせてくれっていう、僕らが打診したら、どうやらこいつは美味しいもの食べに行きたいだけだってバレてどうやらね打ち上げ目的だってことがバレちゃって、そこからまともに話聞いてくれなくなっちゃって3回目がね今開催されてない状態。なるほどね。そうなんですね。これでも僕らじゃもう多分もう無理なのよ。だからもう缶あたりがちょっと3回目やりたいんですけどって言ってくれたらマネージャー動いてくれると思うんですよね。いやこれ俺も絶対無理だから。そんなことないでしょ。いや本当にだから、それこそ、セカンドで囲碁将棋決勝残ってますから、今ねこの前決まりましたから、3回連続ね、優勝してもらって、うわそれだったら絶対聞きます。うわ確かに断るわけないもんね。断るわけない。だから美味しいもん食べたいから囲碁将棋めっちゃ応援してます。ああそうですか。確かにだから福岡北海道金沢はもう美味しいもの以外ないもんね。その中それ絶対もう目的だもんね。東京同期っつって東京でやってないんだからまずそうだね。大阪でもやってないし候補地に入ってないんだから。そうなんです。びっくりしたんです。この東京同期芸歴20周年ライブで、北海道でやったんだと思って。意味が分かんない。2回目で北海道だから。床にも何にもないんだから誰もね。そうだね。だからちょっとそれ応援しよう。そう今ここにもサルゴリラがねもう追加されてますから、この写真のねメンバーと確かに囲碁将棋か。そう今回ちょっと頑張ってもらってそうしよう。そうでもこのメンバーの中で引っ張ってくれそうな人っていないんですか？誰も。意外とだからこの木ってライス、なんつうんだろう、リーダーっぽいやつがいないんだよね。サルゴリラ。だから前ちょっとしずる村上がぽかったんですけど、なんか最近ちょっとその辺のなんか威厳がなくなってきてなんかわかんないけど、確かに文田にね、文田とか文田かな今は囲碁将棋の文田とかいいかもしれない。サルゴリラが最年長なんですけど意外とそう引っ張っていくタイプでもないし、ハリセンボンが抜けちゃったので吉本じゃないっていうね。だからちょっっとリーダーっぽい人がいないんですよね。不在。大阪の同期はいっぱいいるの。かまいたち、かまいたちとか天竺ネズミとか藤崎マーケットとか和牛とか川ゆずるとかね、そうリーダーっぽいやつがいっぱいいる。ちょっと分けてほしいぐらい。そう東京はなんか意外とこうふわっとしてる。大阪でいう BKB みたいな集まりみたいな性格的には BKB もこっちに馴染む方が早かったもんな東京に。そうしましょう。そうだね。じゃあちょっと次回応援しましょうね、ぜひ皆さんどこかでやりたいと思います。ということであっという間にもうお時間ですか。いらなかったでしょ蒲田の話。いやいるよ蒲田の話。めっちゃいるよ。話でもっと言っちゃったよ。ちょっとまだまだ聞きたかったんですけど、ライスさんお知らせがあればぜひお願いします。お知らせですか。そこまでいきますか。ですね、4月30日から5月11日までですね、赤坂レッドシアターで先ほど言いましたメトロンズ、第8回公演遠藤さんのおじさんが死んだけど旅行は行きたい、これね開催しますので、もうすぐそこ赤坂レッドシアターでございますので、ぜひ皆さん
カンもまだ1回も来てないのかな。1回も行ってないですね。カンさん本当に行ってほしい。マジで面白いんで。もう本当に聞いてます。本当に演劇好きの人たちからも、そうでしょ。本当にメトロンズ本当に面白いです。聞いてるんで。びっくりしちゃった。面白いんですか？面白いんですよ。これね、だからこれでも本当ゴールデンウィーク開催なんですけど、急に皆さんなんかゴールデンウィークの予定が立ったのか急激に伸びてきてですね。今ねどんどんチケットがなくなってきてるんで、ちょっとお早めにって感じなんですよね。ぜひ皆さん平日が狙い目なんで、ぜひ皆さん来ていただきたいなと。ちょっと私も急いでチケット取ります。ぜひぜひ。カンはどうする？僕はちょっと頑張るね。近いじゃんだって。毎週来てるじゃん。しかも終わりで寄ればいいじゃん。カンさん歩いてお家にね。そう歩いて帰ってる。じゃあいいじゃん。その時間くれよ。そうだよ。はい。そしてですね、関町さんは TBS ラジオフラット水曜日リポーターとして、そうだ、やってますね。ダジャレが好評なんでしょ。ダジャレを何ダジャレが好評って？毎回どっかでリポーターとして東京都のどっかとか千葉のどっかとかからやってるんですけど、一番最初に今日どこのお店に行くのかっていうのを思わず俺がダジャレで言っちゃうみたいなオープニングがあるんですけど、それがまあ皆さん朝の癒しになってる。本当に大好きです。例えば最近ね一番のヒット作ね、いろんなところ行かれてて、何でもねいろんな場所毎回違うんでしょ。毎回違くて、この前コーヒーでも赤坂だったんだけど、コーヒーのお店でまず最初にその今日もコーヒー室の中継をお送りしたいと思いますみたいなとかまず始まるんですよ。コーヒーだからね。そう向井がこう突っ込んでくれて、でまあちょっとでもねコーヒーでもねと言ってますけどもっていうところから始まっていくわけです。遠いよ。でもねコーヒー付け足すパターンあるの？コーヒーでもないでいい。そうなんです。すいませんドトールの勢いでねちょっとなんかいっぱい喋っちゃってますけども。でもね本当これちゃんと伝わってんのかなって思いますみたいな感じでね、タリーズマサさんも聞いてるかもしれないとか言いながらね。それめちゃくちゃな時もあるよ。ありますか？たまにめちゃくちゃな時もある。なんかそのいいんですよ。ちょうどいいゆるさでいつもこうやって俺が好きかって言ってることをちゃんと仕切ってくれるのは誰だ？パンサー向井米だみたいなね。米だ。そう。これで笑ってで最後にもうコーヒーをおパッキリマンジャロパッキリマンジャロって歌で締めてコーヒーをコーヒーをですね。コーヒーをこの感じがどうやら朝みんなこれで頑張って仕事行けますとか。いや本当に大好きなんですよこのコーナー。本当ですか？聞いてます。だから関町さんが共同のビール屋さん行きましたしばらく前行ってらして、でその回も聞いて行ったりとかしてます。ちゃんとそのお店にも行ってくれてるんです。すごいじゃん。僕はちょっとこのダジャレの書籍化を狙ってるんですよ。文字で大丈夫。今だいぶ言い方でごまかしてる感じありましたけど。タリーズマサってだいぶ挨拶しに行かないといけない。タリーズマサタリーズケン。そしてですね関町さんは今年の7月から舞台ハリーポッターと呪いの子にロン・ウィースリー役で出演ということで、これもすぐそこでねアクトシアターというところでちょっと出演が決まりまして、こちらもぜひ皆さん来ていただきたいなと。近いねこれもね。カンねもちろん。ちょっとね頑張ります。頑張るとかの距離じゃない。敷地内の方がかっこいいな。敷地内だ。ちょっとねほぼ貫いてほしい。お時間ということでリクエスト曲でお別れしたいんですが、何の曲でしょうか？ちょっとじゃあ僕からいいですか？よくですね昔ですね20年以上前かな、よくカンとねディズニーランドにダブルデートしたことがある。ダブルデート？イメージないよ。カンさんダブルデートとかディズニーであら可愛い。そうです夕方雨かなんかに降られてね寒すぎて誰も喋んなくなってありましたけど。あったわあった。そんなぐらいの時にですね俺カンにね教えてもらったバンプオブチキンさんの車輪の歌。名曲。これねすごい覚えてるんですよ。カンにこれめちゃくちゃいい曲なんだよ。そうかもね。20年ぐらい前に話したかもそれ。カンから教えてもらうと思えないぐらいロマンチックな歌。別に俺結構ロマンチックな。
当時はそうというわけで、それをぜひねリクエストしたいなと思うんですけど、はい、ちょっとダブルデートの話もまたぜひ次回また詳しく聞きたいな。あと蒲田の話も、蒲田の話はねまだまだもう少し長蒲田でダブルデート行きたいですね。いいですね。ということでバンプオブチキン車輪の歌を聴きながらお別れです。今日のゲストはライスの田所仁さん、関町智博さん、ありがとうございました。ありがとうございました。時刻は3時32分。ここで最新のニュースです。ニュースデスクの内山健二さん、お願いします。はい、お伝えします。自民党の裏金事件をめぐり、旧安倍派の元幹部世耕前参議院幹事長の参考人招致が国会で行われて、キックバックが再開された経緯について世耕氏は、元会計責任者と認識が違うと答弁しました。裏金事件については今年の2月、旧安倍派の元会計責任者が世耕氏も参加した2022年8月の幹部会合でキックバックの再開が決まったと証言しました。で、今日の参考人招致で世耕氏はこの証言について、私の認識とは違う、現金による還付はありえないというのがコンセンサスだったと思っていると答弁しました。一方で世耕氏は、この会議で対応をしっかり決めておけばよかった、尻切れトンボで終わったから認識のズレが出てきたと述べています。中国政府は世界各国に対して中国との取引を制限するよう要求するアメリカに応じないよう呼びかけました。これはウォール・ストリート・ジャーナルがトランプ政権が関税交渉を利用して70カ国以上の貿易相手国に中国との取引を制限するよう圧力をかける計画と報じたことがきっかけです。で、中国商務省の報道官は今日、中国側の利益を犠牲にして取引で合意することに断固反対すると、アメリカ側の要求に応じないよう世界各国に求めるとともに、中国と連携してアメリカに対抗するよう呼びかけました。
東京23区内の新築マンションの平均価格は2年連続で1億円を超えました。不動産経済研究所によりますと、2024年度に東京23区内で販売された新築マンションの平均価格は1億1632万円で、前の年度から 11% 増え、2年連続で1億円を超えました。土地代の上昇や人件費を含む建築費が膨らんだことが主な要因となっています。それから鉄道の情報が入っています。 JR 川越線ですが運転を見合わせています。JR 川越線指扇駅での安全確認の影響によって大宮駅と川越駅の間で運転を見合わせています。運転の再開の見通しは立っていないということです。ご利用の方はご注意ください。内山健二さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ここで TBS ラジオ交通情報です。警視庁から臼井弘子さん、こんにちは、お願いします。はい、こんにちは。茨城県内の北関東道友部ジャンクション方面へ向けての東行き、事故で通行止め続いています。桜川筑西インターと笠間西インターの間です。圏央道の内回り、八王子ジャンクション方面へ向けての内回り、狭山パーキング付近は事故一報、詳しいことは分かりません。8キロ30分、中央道の下りは八王子ジャンクション、工事で2キロ10分ぐらい。一般道路は湾岸道路の西行き、東京港トンネルの中、左側車線で事故処理中、通りにくい程度。警視庁から以上です。臼井弘子さんでした。次の TBS ラジオ交通情報は4時30分頃にお伝えします。この後は父やスチーボープレゼンツ STU48 ちょっといいですかです。チーボープレゼンツ STU48 ちょっといいですか。この番組はシティアスの提供でお送りします。こんにちは、 STU48 内海りねです。ニックネームはりねたんです。よろしくお願いします。この番組では私たち STU48 のメンバーがリスナーの皆さんにちょっと聞いてほしいことや元気な毎日を過ごすために必要なヒントをお送りします。パーソナリティを務めるのは美活動部に加入している8人。
部活動部というのはですね、STU48 のメンバー8人で結成され、食を通じて元気で健康的に、そして豊かに美しく過ごせるような情報を日々追求するグループとなっております。はい、ということで私内海りねはですね、2回目の出演ということで、今年の2月に始まったこの番組の初回を務めさせていただきました。1回目のラジオはトップバッターということで、めちゃくちゃド緊張して STU48 に加入してもうなんか6年間ぐらい経ったんですけど、一番緊張しました。もうオーディションの時ぐらい、いやオーディション超えるぐらい緊張しました。でも今日はですね、この収録が始まる前に父安さんの瀬戸内広島レモンヨーグルトっていうもう美味しいヨーグルトを食べたので、とってもスーパーウルトラ元気です。なので今日はね、前回を超えるような元気で内海りねワールドをたくさん出していけたらなって思っております。ということでこちらのコーナーです。内海りねのちょっと聞いてほしい話。ここからは私内海が皆さんにちょっと聞いてほしい話をお届けします。今日は料理についてお話ししていきたいと思います。皆さんは料理はよく作りますか？私は結構自炊をする方で、もう自分の作るご飯が美味しすぎて、お仕事が落ち着いてる時とか、作れるよっていう時はなるべく作るようにしています。最近作った料理は辛いものが好きなので、マーラータンっていうものを作りました。マーラータンっていうのは中国の唐辛子とスパイスをベースにしたスープにお野菜とお肉と海鮮とかを入れたお鍋みたいなものなんですけど、もう今なんかマーラータンがすごくブームなので、私もなんかそれに乗っかってマーラータン作ってみたいなと思って作りました。やっぱりお店で食べるマーラータンも美味しいんですけど、お家で食べるマーラータンもやっぱりこの自分の好きな辛さに調節できるのでめちゃくちゃ美味しくて、しかもヘルシーなのでマーラータンを結構作って食べてます。私はチキン南蛮がめちゃくちゃ得意なんですよ。チキン南蛮って鶏もも肉を使うと思うんですけど、私はヘルシーにしたいので鶏胸肉を使って作るんですね。でも鶏胸肉って結構パサパサしたイメージがあると思うんですけど、私は鶏胸肉でもジューシーにふっくら美味しい旨味いっぱいみたいな感じで鶏胸肉でチキン南蛮が作れます。しかもタルタルソースもちゃんと手作りなので、卵を茹でて潰して、でマヨネーズも自分で作るんですよ。だから本当に全部手作りですごい自炊をね心がけています。ということでリスナーさんからメッセージが届いているので紹介したいと思います。長崎県佐世保市ラジオネームレトロのかもめさんからです。ありがとうございます。僕は睡眠時間を多く取りたいとの思いからついつい朝ごはんを抜きがちになっちゃいます。時間のない時の朝ごはんはどのようにとっていますか？すごくわかります。このレトロのかもめさんと一緒で睡眠時間を多く取りたい派の人間なので、なんか朝ごはん抜きがちになっちゃうんですけど、でもやっぱりお腹の中に何かを入れないと頑張れないので、時間がなくてもやっぱりサクッと食べれるものといったらヨーグルトだと思うんですね。持ち運びもできるし、もうすぐ食べれるし、しかもお腹にもたまるし美味しいし満足感もすごいので、時間のない時の朝ごはんは父安のヨーグルトをぜひ食べてほしいなって思います。でもやっぱりね、何事もバランスが大事なので、睡眠時間も取りつつ朝ごはんもしっかり食べてお互い頑張りましょう。内海りねのちょっと聞いてほしい話。
今週は料理についてのお話でした。チチアスチーボープレゼンツ STU48 ちょっといいですか。ここでチチアスからのお知らせです。今月新商品日本エール瀬戸内広島レモンヨーグルトを発売しました。日本エールとは全国の産地を応援するために発足した JA 全農の商品ブランドです。日本エール瀬戸内広島レモンヨーグルトはレモンの国内生産量1位の広島県で採れた瀬戸内広島レモンの果汁と皮を使用しています。濃厚なミルクのコクと爽やかでほんのり苦みのあるレモンの風味を楽しめる滑らかな口当たりのヨーグルトです。広島県産のレモンで瀬戸内を応援。日本エール瀬戸内広島レモンヨーグルトは数量限定販売です。お求めはお早めに。お近くのスーパーで。以上、チティアスからのお知らせでした。ここで STU48 からのお知らせです。 STU48 第4期生メンバーオーディション開催。瀬戸内エリアを本拠地とし、一つの海7つの県を中心に活動する AKB48 グループ初の広域アイドルグループ STU48。 全国に瀬戸内の声を届ける活動とパフォーマンスを展開中です。瀬戸内で夢を叶えませんか？現在応募受付中。応募資格は小学6年生から24歳までの女性です。詳しくは STU48 のホームページをご確認ください。STU48 ちょっといいですか。エンディングでございます。自分は料理がすごく得意なので、こう料理のお話とかもすごくできてよかったです。番組では皆さんからのメールを募集しています。 STU48 のメンバーにちょっと聞いてほしいことやお腹の健康のためにしていることを送ってください。ヨーグルトの食べ方も大歓迎です。メールアドレスは stu@tbs.co.jp stu@tbs.co.jp。 ここまでのお相手は STU48 内海りねでした。チチアスチーボープレゼンツ STU48 ちょっといいですか。この番組はチチアスの提供でお送りしました。時刻は3時48分 TBS ラジオコネクト。この時間で長崎佐賀の NBC ラジオでお聞きの皆さんとお別れになります。また明日聞いてください。今日もありがとうございました。ありがとうございました。そして熊本 RKK ラジオでお聞きの皆さんとはまた4時にお会いしましょう。メッセージテーマは脂質と糖質にまつわる話です。はい、埼玉市のラジオネームチョコさん、23歳の方です。今結婚式に向けダイエット中なので脂質と糖質に気をつけています。以前遺伝子検査をした際に脂質です、太りやすいことが判明したので特に脂質は控えめに。体が脂質を求めています。結婚式が終わったら美味しいお肉食べたいです。いやー、ほんと食べてほしい。ねえ、どのぐらい期間やるんだろうね。ねえ、結婚式前みんな痩せていきますね。無理なく楽しんで。
時刻は3時50分。この時間はこちらのコーナーです。コネクト連動。このコーナーはいろんなジャンルの専門家とコネクトするコネクトレンド。月曜は音楽です。お話伺うのは音楽ライターの矢島由香子さんです、スタジオにお越しいただいてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。矢島由香子です。春っぽいね、コーディネートで素敵ですね、オリーブのピアス、なんていうんですか、オリーブ色、黄緑、なんかおしゃれな黄緑なんですよ。ありがとうございます。なんかこうパッと、目を引くような、色のピアスと、そして同じ色のパンツ、で差し色、靴にも差し色入ってるオリーブ色のあらほらおしゃれです。おしゃれです、おしゃスニーカーは銀色、ありがとうございます。おしゃれです、おしゃれやらせてもらってますさあそんなおしゃれな矢島さん、音楽のコネクト連動、今日は何でしょうか。今日ご紹介するのはテレです。テレ、アルファベットで TELE、テレ。知らない。これはね、バンプオブチキン、ミスターチルドレンが好きな菅さんにもう自信を持ってお勧めしたいアーティストです。上がってますよ、それは。ハードル上げたな、今自分で上げましたね。でも彼2000年生まれの24歳のソロアーティストなんですけど、私は結構この新世代とか2000年代生まれのアーティストの中では一番歌詞がいいロックアーティストだって思ってます。そんなかなり大きく出ましたね。はい。やばい、ハードルを上げてますよ。どんどん上がってます。でもなんで今日このタイミングで紹介しようかなと思ったかでいうと、昨日横浜アリーナでライブを見てきたんですよ。横浜アリーナ。はい。それだけこの音楽好きの界隈ではもうみんな大好き。横アリワンもやってるんですか。はい。すごっ。もうじゃあすでにかなり人気があるんですね。もうフェスとかロックフェスとかで行くともうみんな盛り上がるし、もう音楽好きな人たちはもうみんなたくさんの人が大好きなテレでございます。聞いたことなかった。じゃあちょっと早速聞いてみましょうか。テレでクジラの子。
お送りしている曲はテレでクジラの子です。ちょっとだからもう本当詩的な表現が多い。桜井さんとかと、もう同じタイプのこの歌詞の書き方っぽいよね。桜井さんがやっぱやっぱこのなんつったらいいんだろうな、例えば歌詞で左脳に書いた手紙ぐちゃぐちゃに丸めて捨てるみたいなの、多分本当日本語で言うと思いついたことを言わなかったっていうことをそういう風に表現したりするんですよ、だからそういう表現の仕方めっちゃしてるというか、つまり歌詞がいいという、歌詞がもう詩的です、詩的です。詩的、なんかこの曲のそのスタートからこの終わりにかけてどんどんその曲の世界、音がこう広がっていくような盛り上がりを感じて、そこが聴いててわー楽しいと思いました。今っぽいですね、曲はね。素晴らしい感想、レンゲさん。そのライブの作り方もとても上手で、そのセルフプロデュースで自分の演出を作ってるんですけれども、横浜アリーナ普通行くと、前方にステージがあってスタンドアリーナとかにお客さんが入るじゃないですか。昨日は入ったらこう横長にステージがあって、それを車幕で4方向幕を引いてあって、そこに映像を投影しながらとか照明をうまく使いながら、今回のこのコンセプトを表現していくっていうライブで、これがね素晴らしかったんですよ。いいな、見てみたいですね。じゃあ客席は円形状になっているってことですか？そうですね、円形状でその細長く長方形型になってるから、このステージの左右はお客さん入ってないんですけど、でもその前方と後ろの方向はこうぐるっと囲ってるような感じでお客さんが入るっていう。そうなんです。なんかアーティストって感じだね。アーティストって感じ。あれ刺さってますか？だからいろんな曲聴いてみたいのと、こういう歌詞の書き方だと多分おのおの解釈があるからさ、多分いろんな人に刺さるんだろうなと思うわ。この灰になっていこうっていう歌詞がありますけれど、表記としてはアッシュ灰の灰なんですね。そうなんですよ。アルファベットじゃなくてね、漢字の灰になるっていう。そうだね。この生き方みたいなことをね書いてくれてるっていう歌詞ですよね。そうだね。昨日出口で男の子2人が隣歩いてて、多分1人大学生ぐらいだったんですけど、1人がこう1人の友達を連れてきたんでしょうね。その子が沼るわって言ってました。沼るっていうのもこれも詩的な表現ですからね。これは最近流行りの言葉ですよね。最近のね。沼る音楽であり沼るライブ、それがテレという感じですね。そして今週23日水曜日ニューアルバム、タイトル長いですね。これすごいタイトルだね。残像の愛し方、あるいはそれによって生み落ちた自身のいびつさを受け入れるために僕たちが過ごすよるべのないいくつかの日々について、4月23日リリース。何言ってるか分かんない残像、その過去の自分のこう思い出とか、愛したこととか嫌なこととか過去のことをどう処理受け入れるかっていうのがコンセプトです。なるほどなるほど。聞いてください。矢島由香子さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。コネクト。コネクト。コネクト。時刻は4時になりました。 TBS ラジオコネクト、石山レンゲです。月曜パートナーパンサーの官僚太郎です。ここからは日替わりコーナー。月曜日はこちら、コネクトリクエスト、略してコネリク。
でございます、これが気になる、調べてほしい、探してほしいという調査依頼から、あんなことをやってほしい、このゲストの話が聞きたいなどなど、皆さんとコネクトしながらそのリクエストにお答えするコーナー、それがコネクトリクエスト、略してコネリクです、さあ皆さんお待たせしました。今日はですね、2ヶ月にわたってお送りしております油麩丼についての最終報告でございます、改めてどんな調査依頼だったのか、メールをご紹介します。依頼者は墨田区の30歳男性、バランスボール係さん。菅さん、レンゲさん、こんにちは。こんにちは。月曜コネクト、楽しく聞いています。ありがとうございます、ありがとうございます。先日全国の都道府県民の魅力を発見するバラエティ番組、県民賞にて、番組 MC がこれまで番組の中で試食したご当地メニューのベストワンを紹介しており、 MC の久本雅美さんが油麩丼というメニューを挙げていました。宮城県登米市の名物油麩、お麩を油で揚げたものをだしで煮込んで卵でとじたカツ丼風のメニューのようなんですが、その美味しさに久本さんが小躍りするほど大興奮でした、その場で再び油麩丼が登場し、他の出演者も試食して美味しい美味しいと感動していました、あまりにも皆が絶賛するので、私もさすがに食べてみたくなったんですが、日々の小忙しさと懐事情もあってすぐに現地に行けそうになく、いつか食べたい憧れメニューとなってしまいました、そこでずうずうしくもリスナーの皆さんにお聞きしたいのですが、都内近辺で油麩丼が食べられるお店ってどこかにありますでしょうか。ちょっと調べた感じだと、東北地方の郷土料理を出す居酒屋さんなどは結構あるようなんですが、行きつけにしているお店などに油麩丼、あるいは似たようなメニューのあるお店があったらぜひ教えてほしいですというメールをいただきました、こちらは2月24日にスタートした調査。そうです。寒かったですね。結構前ですね、あの時は、もう季節もすっかり変わりましたが、これまで70人以上の方から情報メールをいただきました。本当にありがとうございます。ありがとうございます。皆さんあってのコネクト、コネリクでございます、さあ先週の放送では優秀なるリスナー調査員からの情報をもとに、都内で油麩丼が食べられるかもしれないお店を3軒ご紹介しました。1軒目は神田にある筑前さん。前回ね、竹銭と、紹介してしまって大変失礼いたしました、筑前さんです、情報を送ってくれたのは西東京市のソウルサバイバーさんと、宮城県登米市出身のラジオネームタッキュコさん。タッキュコさんのメールです、ネットで検索したら神田にある筑前というお店がヒット。メニューに油麩の卵とじがありました。これをご飯の上に乗せたら油麩丼になると思いますと、いただきましたね。というわけで今回月曜コネクトのスタッフ総動員して現地調査に行ってまいりましたということで、スタジオに、コネクトスタッフの一人が来ております。はい、こんにちは。よろしくどうぞ。番組プロデューサー鳥山でございます。鳥山さん、よろしくお願いします。今回私担当したのは神田の筑前、JR 東京メトロどちらも神田駅降りてすぐにあるお店です。神田新橋と並ぶサラリーマンの街ですが、行ったことありますか？あります。あります。あります。もちろんもちろん。昔住みたかったぐらい。あ、そうですか。非常に飲食店激戦区なんですけども、人気のお店です。筑前、小竹梅の竹に仙台の仙と書いて筑前。竹はですね、伊達家の家紋だそうで、そこから来ているそうです。宮城県登米市出身、登米出身のおかみさんから始まって創業60年超えまして、今は2代目の息子さんがやってらっしゃいます。お店はですね、民芸町の作りになっていて、テーブル席並んでまして、私1階で食べたんですが、2階にも席あるようで大変賑やかなお店でした。でこちらは東北料理、宮城料理がメインでして、海の幸とかお肉野菜とか産地直送のものが楽しめます。で、まずはこうビールで喉湿らせてからですね。いいですね。喉湿らせる。いい表現です。昔の人の表現。で定規山の三角油揚げ、皆さんご存知ですか？三角の三角定規、大きい油揚げ。そうそうそう。であれネギと生姜乗ってて、七味もついててですね、非常に美味しくて。続いてお刺身ですよ。
まだまだ出てこないの。油うどんどこ行ったの。めちゃくちゃ楽しんでるじゃない。気仙沼のホヤ、そしてソイ白身ですね。あと馬面はぎの肝付きのお刺身食べれまして、青森のホタテもあるので、ホヤが美味しくて、これからどんどん美味しくなる夏のものですから、そうですね、非常におすすめですね。でこの辺でお酒にスイッチしまして、ちょっと宮城県内の地酒いっぱい並んでますと。で目的を思い出していざ油麩ということで、こちらのお店のメニューでは仙台麩卵とじというメニューの名前です。仙台麩って書いてあるんですね。780円、で厚さ、5ミリぐらいのものをですね、厚さでした。結構薄切りです。で玉ねぎと三つ葉と紅生姜と細切りの海苔が乗っています。うまそう。もうで甘辛やや甘めのつゆでした。でカツ丼の肉抜きかななんて先入観を持ってたんですけども、これは別物ですね。で外側の歯ごたえと中身のふわっとした舌触りが違いまして、お麩を油で揚げているので、写真持ってきました。ありがとうございます。うわうまそう。フランスパンのフレンチトーストみたいな感じのしっかりしたところと柔らかいところがあって、でそこに玉ねぎの甘さがありまして、で三つ葉がシャキシャキして歯触りと鮮烈な香りを入れて、で海苔がまた海の香りをプラスしまして、そして紅生姜がまとめてまたループできると。でもう一つ注目のメニューが仙台麩だし唐揚げという750円、これもありました。これはもうちょっと厚め1センチぐらいに切ったものを、だしをたっぷり吸わせて片栗粉をまぶして揚げたもので、これも美味しいです。非常に熱くてですね、上顎やられたんですけども、冷めるのを待てない美味しさということで、だし唐揚げは非常に美味しい。ちょっとね想像ができない。そうなんです。めちゃめちゃうまかったです。これはそれも美味しそうだな。そうです。で神田の筑前冬の名物せり鍋、今人気のせり鍋ありますけども、今シーズン終わっております。10月にまた始まる予定です。でこちら喫煙可のお店なんでご了承ください。でランチもやってるんですが、その日のメニューが毎日違うので、仙台麩の卵とじ食べたい方は夜に、行ってください。レギュラーメニューだ。そうなんです。で人気店なんでフラッと行っても入れない可能性ありますので、インターネットで電話で予約できますので予約して、お店の人ですか？いっぱい話聞いてきたんで、そうなんです。でいろいろなメニューあるんで、ぜひ2人以上3人4人で楽しむといいお店だと思います。はい、鳥鳥山プロデューサーのリポート、かっちりしてました。ありがとうございました。失礼しました。楽しんでましたね。楽しんでるな。鳥山プロデューサービールで喉湿らしてっつってね、お酒にスイッチして、もう何でも全部食べてた。全部食べてましたね。全部食べてたんじゃ全部食べてたし、この筑前の仙台麩卵とじ、油麩丼ですね、美味しそう。美味しそうだな。美味しそう。いやでも経費でいける感じがちょっとね。うわ経費かいいなちょっと。いやでもここは行ってみたいですね。そしてここで鉄道の情報です。 JR 川越線は指扇駅での安全確認のため大宮駅と川越駅の間で運転を見合わせていましたが、先ほど全線で運転を再開しました。ただし遅れが出ています。ご利用の方はご注意ください。いやでも美味しそう。美味しそう。この三つ葉、海苔、紅生姜とこの卵とじなった、仙台麩の無限ループって言ってましたね。こういう感じでやっていくんだ。今日はこういう感じでやっていくのかな。いきなり始まったけどさ、なんかさらっと、こういう感じでやっていくんだね。で鳥山さんもあっという間に帰っていった。言うだけ言って帰っていっちゃった。そう風のように去っていきました。さあ続いて参りましょう。都内近辺で油麩丼が食べられるお店、2軒目は目黒のさんま菜の花茶屋坂店、目黒のさんま菜の葉茶屋坂店です。情報を送ってくれたのは港区のカズピーさん、北区上池さんちのつとむくん。こちらのお店ではサンマをはじめ三陸の魚介類や食材を使った料理が食べられます。メニューに油麩丼はありますが、仙台麩卵とじ煮がありますと。なるほどね。ご飯はないんだね、やっぱ飲み屋さんのメニューだから。そうですね、でもね、この丼にして食べられるのかもしれないということで、こちら
現地調査に行ってきたのは、はい、ディレクターの田中です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まずお店についてなんですけど、こちら、JR の山手線の恵比寿駅から、だいたい徒歩で10分ぐらい歩いたところ、恵比寿のガーデンプレイスの本当に近くにあるようなちょっとお居酒屋さんでして、で、こちらも事前にメールで紹介ありましたけど、三陸の、いろんな美味しいものを取り揃えているお店になっております。で、こちらで結構一人用の、セットみたいなのも居酒屋さんとしてあって、とても入りやすかったんですけど、そちらでまずいろいろ食べたのは置いといて、先に油麩の卵に食べてんだよな、みんな。みんな大はしゃぎじゃないですか。みんな経費で大はしゃぎだよ。なんだ。で店内のお写真撮ってきました。ありがとうございます。なんかもうカウンターがあって、だいたいテーブル席まで15人ぐらいのいいね。いいお店。なんかこういろんなねお酒のこの前掛けっていうんですか、それがダーッと並んでますね。日本酒が結構ちゃんといっぱいたくさん置いてある店だね。三陸のお酒もたくさん取り揃えてるらしくて、はい。でこちらで油麩の卵とじ食べてきました。いやもうこれは一口目でもうね溺れるかってぐらい出汁が溢れてくる。でこれが写真。はい、写真です。うわ。美味しそう。確かにちょっとフランスパンに見える。そうですね。見た目は丸い油麩がちょっと厚めに切ってあって、お皿にこう乗って卵とじになってますね。そうだね、こっちは厚め。そうですね。なんかこうお店の方に聞いたんですけど、現地その登米市の方で食べてきた時には油麩は結構こう刻んで出していくところが多いらしいんですけど、こちらはお店のオリジナルで、こういう形で丸々ちょっと厚めに切った油麩を6個ぐらい出汁で甘めの出汁でちょっと煮つけてある。でそれも本当にこう出汁好きの菅さんには絶対食べてほしいなって思うぐらい、もう出汁を食べるにはこれがいいんじゃないか。もう出汁食べてるっていうくらいの最適解。はい、最適解だと思います。でなんかお店の人に聞いたところ、これも油麩専用に出汁を調合してるらしくて、なのですごく甘めの醤油味のひたすら酒が進むいいですね感じでございました。はい。でこのお店他にもたくさん三陸のものを取り揃えてるって言いましたけど、お店の名前にもあるようにサンマ、お魚、気仙沼のサンマを取り入れていて、でそのお魚の、塩焼きも魚というかお酒のつまみにして食べられる。いいな。サンマって今時期じゃないですけどでも行った時にちゃんとサンマのメニューとしてあったので、今でも食べられる。でもやっぱ旬の時のが多分とても美味しいとは思うんですけど、で僕が行った時もしっかり脂の乗ってて美味しいサンマが出てきました。サンマのお作りみたいなのもあるんですか？結構いろいろと魚の種類あるんで、サンマはでも塩焼きの他は普通にかば焼きとか、そういった火を入れたものが中心だったかなと思います。何食べたんですか他に？僕が食べたのはサンマのこの一人用のお酒のセットが2品選べるんですよ。で油麩他にだし揚げ出し豆腐、それも出汁が入ってますけど、油の揚げ出し豆腐なんか似たやつ言ったじゃないですか。ちょっとね順番間違えたと思います。それとそのサンマの塩焼きをサンマだからね、目黒のサンマってついてるぐらいだからいただいておこうと思って、で最後に油麩の卵とじを食べたと。それだったら大丈夫、もう全然目的通りだ。ちなみにお一人で行かれたんですか？取材は。一人でそうですね、一人で行きました。特に何もないです。ビール飲んでますね。はい、ビール飲んでますね。ビールで2杯目で日本酒、三陸の日本酒いただいて、ありがとうございました。今なんか経費精算のこれお一人で行かれましたか？精査されてる打ち合わせですか？みたいな。嘘はついてないですね。大丈夫ですね。でも美味しそう。美味しそうです。またちょっとタイプが違うよね、1軒目と。そうですね。これさ、この上にかけてる三つ葉とかをかけてる感じでもないのよね。はい、これはシンプルにネギと玉ねぎと卵だったと。そう、小口ネギみたいなのがかかってるだけ。またこっちの方がちょっと1軒目の方がカツ丼っぽいよね。そうですね。こっちの方が2軒目の今言っていただいたやつの方がなんかこうつまみっぽい。うわ、これはどっちも美味しそう。ありがとうございます。田中ディレクターありがとうございました。これちょっといろんな油麩あって面白いわ。そうですね。なんか油麩丼大体ね、この皆さんから作り方を伺うに、
一つのものだと思っていたんですが、バリエーションがお店によって結構あるみたいですね。だからさ、カツ丼、これ1軒目がカツ丼だとしたらこれカツ煮だよね。そうですね。2軒目はカツ煮の感じ。ご飯で締めたいなら、神田の筑前、ご飯で締めるとかではないかなと思ったら目黒のさんま菜の葉や茶屋坂店。そうだってもう厚みが違うって言ってたもんね。こっちは薄め、1軒目は薄め、こっちも2軒目は厚め、目黒のさんまね、茶屋坂本店。はい、ということでまだまだ参りましょうか。はい。まだあるんだよね。都内近辺で油麩丼が食べられるお店、3軒目は西荻窪の道の倉さんです。西荻窪の道の倉さん。情報を送ってくれたのは武蔵野市のピンボケカメラマンさん、北区の上池さんちのつとむくん、練馬区のたくあんさん、ありがとうございます。たくあんさんからのメールご紹介します。油麩丼ですが、ネットで検索したところ、真の B 級グルメを東京で食べられるご当地グルメ12選がヒットし、次のように書いてありました。西荻窪の駅から5分ほど歩いたところにある道の倉さんでは油麩丼を食べられます。道の倉さんではマスターが作った特徴的なメニューが多く、特にエロうま豆腐というのが人気とのことです。カウンターのみ10席ほどなので知る人ぞ知るお店のようですということで。そうだエロうま豆腐も気になりましたね。確かに気になった。そこも行ってきた。はい、というわけで西荻窪の道の倉さんに現地調査行ってきたのどなたですか。はい、ディレクターの榎本です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、道の倉さん行ってきました。まず外観をと写真で見ていただきたいんですけど、外観はこれですね。ちょっと入りづらそうだな。半地下でね、店内が見えないんですよね。そうですね。ちょっと階段降りたところにドアがある。多分一元さんちょっと入りづらいかなと僕も言って思いましたが、店内の様子がこちらになります。とマスターの写真が。うわー、楽しそうだね。いいじゃないですか。いいお店だね。カウンターのみのお店になっております。いいお店。これね、マスター白髪のマスターがいらっしゃるんですが、メニューが大きい字でいっぱい書いてあって、そのマスターのこの背にあるこれは何ですかね、棚に、ビシバシと貼ってありますね、メニューが。なんかいろいろあるね。チーズ納豆とかさ、怪しい焼き鳥とか、うわー気になる。たい焼き焼いたっていう回文になってるやつもある。でマスターが高橋蔵之介さん、71歳。なんか笑顔が可愛い人ですね。可愛い人です。素敵な方です。愛称倉さんですね。倉さん。でもともと編集などのお仕事をされていて、54歳の時に脱サラされて、今このお店を担当していると。で倉さんのお父さんが仙台出身で、道の区の倉さんということで道の倉という店名なるほどね。今年17年目になりますね。素敵なお店ですね。でこのお店の中に倉さんの似顔絵がいろんな人が描いたものが貼ってありますね。お店でイベントを行ったそうで、お客さんに似顔絵を描いてもらうイベントをやったらこれだけたくさんのお客さんが来て絵を描いてくれたと。とても愛されてる。愛されてる感じがすごい。10枚以上ありますよ。可愛いです。とても居心地がいいお店でした。で今回依頼者のバランスボール係さんと一緒に行きました。で憧れのメニュー油麩丼を食べていただいたので、その時の音声がありますのでお聞きください。はい。美味しそうだね。美味しそうですね。見た目は今写真見せていただいてるんですけど、本当カツ丼なね。これ大きさとしてはこれどれぐらいですか？丼でもよく見るような形の、大きくもなく小さくもなく、飲み屋さんで食べるようだからそこまで大きいっていうわけじゃないんじゃない？そうですね。でもしっかり食べ応えがある、しっかりお腹いっぱいになる量でありますね。いっぱい。うわ
なんかカラーがあるね、やっぱね。そうですね。これさっき聞いていただいた音声、うっすら後ろでありがとうって言ってたのが倉さんですね。うっすら後ろでありがとうって言ってた。言ってました。ありがとうって言ってらっしゃいましたけど、このお味はいかがですか、改めて。でも本当に優しい味、もう本当に先ほどのお二人スタッフがもう喋ってた通り、味が染み渡ってる味でですね、これやっぱ甘い味でビールが進むんですね。いいですね。ビールと合わせた。はい。なるほどなるほど。瓶ビールはこだわりで赤星を入れて。最高ですね。ありがとうございます。お酒もこだわってるという倉さんのお店でした。はい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 。他は何食べられました？他はですね、ガッコのポテサラっていう。ポテトサラ。いぶりがっことポテサラ。はい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 。あとたい焼き焼いたっていう配分になってる。しかもフォーク&ナイフでって書いてありますね。すごく一押しのメニューということで、たい焼き焼いたという。これはどんな料理だったんですか？魚型の魚のすり身を焼いたもので、たい焼きを焼いたものじゃないんだって思いきや、たい焼きに見えるような魚の練り物が魚型になってて、それを焼いたもの、柚子胡椒とともに。はあ、なるほどね。なんかこうどういうものが出てくるかなってワクワクしながら頼めていいですね。確かにね。さあここで1枚メールご紹介します。群馬県高崎市男性、北関東のホルンフキさん。レンゲさん、カンさん、こんにちは。こんにちは。なんとコネクトで油麩丼の話が出るとは。私はラジオネームの通り北関東在住なんですが、油麩丼は私の思い出深い料理です。今から4年前の2月、コロナ真っ最中の時、私は子供の大学受験の付き添いで子供と2人仙台のホテルに泊まりました。受験当日の朝、ホテルの朝食バイキングで油麩丼なるものを見つけました。私は子供の受験がうまくいくか心配で食欲もあまりなかったんですが、油麩丼の色や姿に心惹かれ、軽めのご飯の上にカツ丼によく似た卵とじの油麩とタレを乗せて食べてみました。その優しい味と絶妙な歯ごたえに緊張も忘れ、おかわりして食べました。あまりの美味しさにホテルの方に、油麩はどこに売っているんですかと聞いたところ、仙台のどこのスーパーに行っても普通に売っていますよと笑顔で答えてくれました。そこで受験終了後、仙台市内のスーパーで油麩を買って帰り、妻に説明、カツ丼と同じ手順で作ってもらいました。子供は無事に合格。それからは子供の迎えに仙台に訪れるたびに油麩を大量購入し、自宅で楽しんでいます。お味噌汁に入れたり、油麩丼として食べたり、カツ煮のような油麩の卵とじをつまみに飲んだりしています。そんな息子も3月で大学を卒業。仙台に行くこともなくなるかと思っていましたが、大学院に進学するということで、あと数年楽しみが伸びました。油麩丼は油麩さえあれば、カツ丼を作れる人であれば工程は全く同じなので誰でも作れると思いますと。なるほど。そして今回の調査をきっかけに油麩丼作って食べたという方たくさんいらっしゃいました。あら、写真もいろんな方が作ってくれてる。ありがとうございます。本当だね。北関東のホルンフキさん、ひーちゃんばあばさん、日本酒ポンポンさん、ゆうかパパさん、おふじゃがに、こちらはラジオネームペカコさんの人が、ペカコさんが、作ってくれたおふじゃがに。なんだろうね、肉じゃがみたいな感じかね。そうですね、アレンジメニュー。いやー、どれも美味しそうです。美味しそう。うわ、やっとだ。わー、はい。今そして目の前にね、油麩丼出てまいりましたよ。やっと。いい香り。2ヶ月待った。やっと会えたね。うわ、綺麗ね、この、油麩丼、この上に三つ葉が乗っていて、これ卵もいい感じですよ。結構グッと重みあんだ。そうですね。厚みの。お米で食べた方がいい。食べれるかな。結構厚みあるから、ちょっとこれだけいくわ。まずいただきます。
めっちゃうめえ。うめえ。いやちょっといただきます。これだし吸いすぎてて最初一瞬喋れなくなるわ。うわ本当にだしに溺れる。うわ美味しい。だしに溺れるねマジで。これはね本当に驚く美味しさ。いやうまいわ。これはすごい。うわ本当だしがすごいのよ。じゅんわじゅわですね。これ三つ葉の香りも効いて美味しい。この甘い卵にね、卵自体はこう別に甘い味付けがしてあるわけではないんですが、卵に絡んですっごいこのねだしの味も引き立つし美味しい。うわうまっ。これみんな自由に食べれるんだよ。うわ油麩があれば。これはねぜひ作っていただきたいです。いやー本当に依頼者のバランスボール係さんはじめ、情報を送ってくださった皆さんありがとうございました。そしてね榎本ディレクターも取材に行っていただきありがとうございました。まだスタジオにいらっしゃるっていうのはなんでなんですか？お二人が油麩丼と同じぐらい気になっていたエロうま豆腐、はい、あれをなんでエロうま豆腐っていうか確かに、めちゃくちゃ気になってましたよ。倉さんに聞いてきたので、菅さん全然箸止まらないんですか？食べながら聞いてます。食べながらちょっと聞いてきた素材を聞いてください。お願いします。だそうですよ。だそうですよってあるの？だそうですよ。自分の店のメニューでしょ。もともと熱々崩し豆腐っていうメニューで出したんですけど、お客さんがエロくうまい、エロうまいということで名前をえらいうまいね、それがもう関西弁の感じでエロうまい、エロうま豆腐だこれは。で官能的な美味しさがあると。でだそうですよ。だそうです。だそうですよ。だそうですよ。そんなことある？いやだって倉さんのお店ですよね。倉さんのお店です。まあいいキャラクターだっていうのが分かりました。いやこれはちょっと菅さんエロうま豆腐も気になりますね。ね食べたいね。ね食べました？食べました。どうでした？これは本当に味の表現が難しいんですけど、エロうまいんです。気になるねそれも。これ私ちょっと食べてみたい。食べてみたいですよね。食べてみたい。行ってみようかな。倉さん、来週スタジオに来てくれる。倉さん来てくれるんですか？マジで？西荻窪から？生のだそうですよ。急に。エロうま豆腐を用意して来てくれるという。すげえ嬉しい。嬉しい。そんな。いやいやスペシャルゲストじゃないですか。来週。ありがとうございます。実際来週食べていただきたいな。わあ嬉しい。ありがたいね。ありがたいです。いやちょっと菅さんこれグルメが続きますね。まあでも豆腐だから。まだヘルシーだから。ね。でもこれ丼もマジうめえ。どんどん。ちょっとご飯だけはこうどうしようかなって考えてますけど、後で食べますちゃんと。ちょっとね召し上がってください。そしてこの依頼者のバランスボール係さんはじめ皆さん本当にありがとうございました。取材にご協力いただいたお店の皆さんも本当にありがとうございます。ありがとうございます。コネリクのコーナーでは皆さんからの調査依頼リクエスト情報をお待ちしています。メールの件名にコネリクと書いてconnect@tbs.co.jp までお願いします。紹介させていただいた方にはレンゲと缶の似顔絵ステッカーお送りします。以上コネクトリクエスト略してコネリクでした。
時刻は4時34分。ここで TBS ラジオ交通情報です。警視庁から臼井弘子さん、お願いします。はい、首都高速は6号の上り江戸橋手前、トラックと乗用車の事故、右側車線で処理中で今4キロ半、向島から55分です。7号の上りは両国付近、乗用車同士の事故、左側車線で2キロ、錦糸町から40分かかっています。また湾岸線の東行き辰巳付近は緊急工事始まって3キロ、有明から15分ぐらいです。茨城県内の北関東道の東行きの事故による通行止め解除され、通れるようになっています。圏央道の内回り狭山パーキングエリア付近も事故処理終わって今6キロ残って通過に10分ぐらい。警視庁から以上です。臼井弘子さん、ありがとうございました。次の TBS ラジオ交通情報は5時24分頃にお伝えします。今日この後のお天気です。気象予報士の田崎真由美さん、お願いします。はい、お願いします。お願いします。今日の関東はよく晴れて汗ばむ陽気となっています、はい、で明日も今日と同じように晴れるんですけれども、明後日は朝から雨となりますので、明日のうちに洗濯などはしておくと良さそうです、ただ今日よりも明日は風が少し出てきますので、はい、洗濯物を外干しする際はしっかりとね止めるようになさってください、はい、明日の日中の最高気温はだいたい今日と同じぐらいで、広く25度前後となるので、明日も昼間は長袖だったり半袖シャツ1枚でちょうどいいくらいになるかと思います、で明日にかけても暑さが続いていき、暑さにまだ体慣れていないので、こまめに水分補給するなど念のため熱中症には注意が必要です、はい、さあそしてレンゲさんもね、先ほどワンちゃんのお散歩の話されていたんですけれども、気温が高くなってきて、また日差しも強いとアスファルトなどのね路面付近はかなり高温になっている可能性があります、でこれからペットのこれからね夏にかけてどんどん暑くなってきますので、ペットの散歩中の熱中症だったり、また肉球などのねやけどにも注意していきたいですよね、私はその犬を散歩に連れていくとき、まずその日向に当たってる、アスファルトを触ってみて、でこうちょっとつけてもあちってならないぐらいのこう大丈夫かな、触って確認してるんですけれど、これからどんどん暑くなりますからね。そうですね、はい、こまめに確認しつつ、水分補給もしつつ、そうですね、犬のお水も持って、そうだね、そうですね、であと早朝だったり日が落ちてからね散歩行くのもいいですよね。そうですね、はい、ちょっと時間を動かしたり工夫しながらやっていこうと思います、気をつけください、ありがとうございました。気象予報士の田崎真由美さんでした。
時刻は4時39分。今日のメッセージテーマ、脂質と糖質にまつわる話ということで、菅さんがずっと食べたいなと思っているこってりしたテールスープについてのメールをいただいております、はい、茨城県鉾田市のラジオネーム今年こそ痩せ太郎さん、30歳の方です、はい、菅さん、レゲさん、こんにちは。こんにちは。こってり系の美味しいテールスープのお店ですが、立川や三鷹にある焼肉カズの白スープがおすすめです。焼肉カズ、はい、カズはですね、ひらがなでカズです、よくあるコムタンスープというのはテールや牛骨をガンガン炊いて乳化させたスープで、テールスープと言われるのはそこまでガンガンに炊かずにじっくり旨味を引き出すスープです、ここの白スープはそのちょうど中間のいいとこ取りのスープで、これを別で頼むライスを一口口に含んでからスープを飲むと脂肪と糖分でぶっ飛びますようわ、すごいね。美味しそうですね。なるほどね。なるほど。焼肉カズの白スープ、はい、俺がさ、もしかして探してるのコムタンスープなのかな。そうかもしれませんね、その時酔ってましたか、菅さん。いや、俺もっと若かった。お酒飲めない年齢だった気がする。だからこそ記憶がはっきりしてないんだよね。だから俺が頼んだものじゃないかもしれない、もしかしたら。じゃあご家族とか周りの人が頼んだもの。それがコムタンスープだったのかな、テールスープって感じがしてた。ちょっとじゃあコムタンスープも飲んでみてください。でもテールだった気がするんだよな。でもここはね、ちょっといい情報ありがとうございます。そうですね、今年こそ痩せ太郎さん、ありがとうございます。ありがとうございます。調べてみよう。コネクト。
TBS ラジオからお送りしてきましたコネクトエンディングです。今日もありがとうございました、まずは黒毛和牛ビフトロプレゼント当選者10人の方発表します。東京都江東区の黒こんにゃくさん、世田谷区のラー油ドバドバさん、八王子市のペカンナッツさん、神奈川県川崎市のネオさん、千葉県松戸市の妖怪たぬきひょんさん、埼玉県さいたま市のチョコさん、富士見市のあつしさん、栃木県真岡市のななさん、長崎県長崎市の3年寝たいよさん、佐賀県唐津市のさくらさん、10人の方です。おめでとうございます。おめでとうございます。いやー、おうちに黒毛和牛ビフトロ届きますよ。これはもうだからもう最高に自分が好きな米、用意しといた方がいいね。そうですね。もう熱々の炊きたてにビフトロかけて、冷たい熱いハフハフトロトロって言って食べてほしい。そうですね。いいですね。おめでとうございますですよ、本当に。明日以降も、毎日プレゼントありますので、明日も聞いてメッセージたくさん送ってください。さあ、火曜日のパートナーはデカミちゃん。メッセージテーマはなんでそんな好きなんでございます。なんでそんな好きなん？好きな作品を、私とデカミちゃんにプレゼンしてください。3時からは映画評論家町山智博さんのアメリカ流れ物、映画ジョイカ美と狂気のバレリーナをご紹介いただきます。3時50分からコネクトレンド、書評家の助真さんがご登場。4時から空間辞表、スペシャルゲストに小説家の村田沙耶香さんをお迎えします。TBS ラジオでお聞きの皆さん、この後は見事なお仕事荻上チキセッションです。引き続き TBS ラジオお聞きください。ということで、ふつおたが来ました。沖縄県のラジオネームチャタンの奥ちゃん、59歳男性の方です。菅さん、レンゲさん、こんにちは。こんにちは。今東京観光中です、沖縄から東京に観光中と、そして今リスナーの聖地 TBS に千代田線で向かってます。いつもは沖縄で聞いている番組を近くから発信されているのかと思うだけでテンションが上がってます。すがすがしいお天気の中、とりあえず TBS ラジオの空気を吸ってサカス満喫しようと思います。お二人様、スタッフ様、最後まで番組聞いてますよと。ありがとうございます。今さ、この見たら見えるのかな、この窓からチャタンの奥ちゃん、いつもありがとうございます。ありがとうございますね。東京観光楽しんでください。そして練馬区のラジオネームひーちゃんばあばさん、62歳の方です。レンゲちゃん、かんさん、こんにちは。こんにちは。私、親子丼言いますわ。親子丼も使いますが、卵丼も卵丼です。その他は丼ですねと。親子丼と卵丼だけ。そうなんだ。言う人もいるんだね。いらっしゃるんですね。いや、じゃあ確かにやっぱ調査ね、その菅さんが引いた記事の通り、世代差があるんですかね。62歳の方ですからね。そして市川市のラジオネームくまくまさん、油麩大好きです。油麩丼もよく作ります。味がしみしみになるので、だしにカレー粉を入れてもおすすめ。夏には少し冷やして食べます。菅さん、無理せずダイエット頑張ってくださいと。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、もう今日はチートデーですよ。もう食べますよ、今日は。今日ぐらいはもう食べたんですからね。いろいろちょっとね出しちゃいましたからね、丼。でも来週もでしょ。ね、エロうま豆腐。エロうま豆腐、まあお豆腐ですからね。楽しみだわ。今日何食べようかな。ね、テールスープですかね。明日から頑張る。応援してます。ありがとうございます。 TBS ラジオコネクト、石山レンゲとパンサー菅良太郎でした。また明日にコネクトです。バイバイ。バイバイ。また明日。